皆さんこんにちは、確認くんです。今回は強迫性障害精神科心療内科でのお医者さんとの会話についてというお話をしていきます。前回の動画では精神科心療内科の予約とか初診の実際の流れについてお話ししましたが、今回はもう少し深掘りして初診の時の会話とか定期的に通院して先生とどんなことをお話しするのかというお話をさせていただきます。病院に行きたいけど先生とどんなことを話すのかよくわからなくて不安とか聞かれることをあらかじめある程度知っておきたいなという方も多いのではないでしょうか。僕も初めて精神科とか心療内科を受診した時は何を聞かれるんだろうと結構ドキドキしていました。先生と何を話すのか何を聞かれるのかが不安で病院に行くのが億劫な人っていうのもいるんじゃないかなと思っています。そこで今回は診察の時と定期通院時の先生との会話についてお話ししようということで動画を撮っています。このチャンネルでは16年以上強迫性障害に悩んでいる僕が経験したこととか一部改善した方法、あとは家族の関わり方などについて発信しています。一緒に強迫性障害を治したいよと思っていただける方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまずは初診の時の会話からいきましょう。初診の時は問診票をもとにお話をしていくんですが、先生は基本的に聞き手に回っている感じです。これもちろん今回の話全部そうですけど、僕が言った先生はという感じです。みんな必ずこうとは限らないというところはご了承ください。強迫性障害だということを認識している場合は、問診票に強迫性障害の可能性を書くと思うので、そのことを聞かれます。例えば、どういったことを不安に感じるかとか、手洗いや確認はどれぐらいの時間行っているかとか、そういった内容が多いと思います。僕の場合は自分の症状がある程度頭の中でまとまっていたので、一通りそれをお話ししました。汚染恐怖やそれに伴う手洗い、火の元の確認など、ここで挙げるとキリがないので割愛しますが、自覚のある症状はすべて先生にお伝えしました。そこから強迫性障害の説明用のパンフレットを渡されて、それに沿って強迫性障害についてご説明をいただきました。それは知ってるよって正直思いましたが、その当時は強迫観念と強迫行為の違いなどもいまいち分かってなかったので、そこはしっかりご説明いただいてよかったなと思ってます。病気の説明が終わった後はお薬の説明ですね。強迫性障害の治療だったらこういう薬がありますよというのをご説明いただいて、最初に使うのはこの薬で、この用量でいきましょうという感じでご説明いただきました。薬については初診時は何も知らなかったので、抗うつ剤というところに漠然とした不安がありましたが、その不安もだいぶ小さくなりました。この時に薬の副作用とかが気になる場合はしっかりと聞いておいた方がいいですね。薬が合わないと結構きつめに副作用が出ることもあるので、どんな副作用が想定されるのかとか、その時にはどうすればいいのか、とりあえず飲み続けるのか、服用を中止するのか、病院に連絡するのか、対応はしてくれるのかとかですね。この辺はしっかり聞いといた方がいいと思います。特に対応してくれるのかどうかですね。あまりに忙しい病院とか総合病院だと対応が怪しいケースっていうのもあります。この緊急時どうするのかっていうのは聞いといた方がいいかもしれないですね。薬に限らずですけれども、急に体調がすごく悪くなってしまった場合は電話すればいいのかどうかとか、そういうことは聞いといた方がいいですね。薬の話が一通り終わったら、今不安に思っていることとか、今後の治療のスケジュールに関しても聞いておくといいと思います。ここら辺は話してくれる先生もいれば、そのままじゃあ次回また来てくださいっていう先生もいるので、聞いといた方が気持ち的にはいいと思います。この段階で仕事を休んでいる方は、休職用の診断書とか、傷病手当用の診断書もお願いしておいた方がいいと思います。この辺って結構知らないと二度手間になっちゃったりもするので、下調べしてから行った方がいいとは思います。初診の時は少し多分時間が長めなんですよね。30分から40分ぐらいは時間を取ってくれてると思うので、不安に思うこととか、こういうことを知りたいとか、あと先生の方から何か知っておいてもらいたいことはないかとか、そういうのを結構聞いた方がいいと思います。次に通常の通院時の先生との会話ですね。通常時は診察から診察までの間でどのような変化があったのか、相変わらずなら相変わらず、
薬を飲んで変化があった。いい変化、悪い変化があったら、それを報告するという感じですね。僕の場合は強迫の強さっていうのを5段階で毎日チェックをつけていて、それをグラフにして先生にお見せしています。そういった現状とか、あとは薬の話ですね。今の用量を続けていくのか、少し容量を増やす方向にチャレンジするのかということを話しています。話がちょっとそれるんですけど、薬の容量を増やす際は、その薬の量の増やし方とか、薬の種類の増やし方が慎重な先生の方が僕個人としてはいいと思います。僕は今まで6人の先生に見ていただいたんですけど、実験的に薬の容量を増やす先生もいらっしゃって、その時は結構副作用でえらい目に遭いました。これがダメだったから今度こっちをやって、1ヶ月経ったら容量を増やしてみたいなことをガンガン進めていくような感じですね。同じ病院内の別の先生に見てもらった時に薬が合わないとかコロコロ変わるからきついっていうことを相談して、そこからあんまり薬の量が変わらなくなったんですけど、この薬がガンガン変わってる時っていうのが一番体調が悪かったですね。ここはまあ僕の体験談なんですけど、一番注意した方がいい部分ですね。ちなみに今の僕の先生は最低でも3ヶ月ぐらいは様子を見て、少しでも副作用が出るようなら様子見をしてくれる先生なので非常に助かってます。この辺は先生がこちら側の話をしっかり聞いてくれるかっていうのを確認した方がいいと思います。話を戻しまして、薬の話が終わったら大体はそれで終わりですね。普段の診察は10分とか15分、長くても15分ぐらいですね。先生によっても違うとは思いますが、大体こんな感じです。あとは次回の予約ですね。日程合わせて診察終了という感じで、普段の通院は先生とお話をしています。どうですかね。なんとなく精神科とか心療内科の先生との会話の内容っていうのをイメージできましたかね。このチャンネルでは16年以上強迫性障害に悩んでいる僕が経験したこととか改善したこと、そのやり方とか家族の関わり方について発信をしています。一緒に強迫性障害治していきたいよと思っていただける方はチャンネル登録と高評価いただけると嬉しいです。それではまた次回。バイバイ。